伊勢神宮内宮を参拝してきました。昨日の夜ですね、伊勢に入りまして、一泊伊勢市駅の近くでさせてもらいまして、朝一から下宮と内宮と猿田彦神社を参拝してきました。んでね、これから、念願の伊勢志摩スカイラインに入ろうと思ったんですが、ガソリンがちょっと半分しかないので、ちょっくら戻ってガソリンを入れに行きたいと思います。そこからスタートになります。伊勢志摩スカイラインは、入るのにお金かかります。有料道路です。バイクはね、900円。で、ウェブサイトになんかクーポン画面みたいなのがついてるんで、それを提示すると720円になるらしい。お得。180円お得。ただ現金払いだけだそうなんで、ちゃんとお金用意していかないと。はい、というわけでガソリンスタンドまでワープします。じゃはい、給油しました。お姉さん優しくていろいろ話しかけてくれましたというわけで伊勢志摩スカイライン行きたいと思います。これ左折。よいしょ。行くで。ネックを回しようと思ったのに忘れてた。なんかね、気温はめちゃくちゃいいんですけど、風がちょっと冷たいので首ひんやりするんですよね。しゃあない。お気に入りのね、角屋のレザージャケットがちょうどいい季節になりましたと思ってたら、もうなんかちょっと寒い感じになってしまって、秋を楽しめずに終わってしまいそうです。昨日夜ね、神戸からこっちまで3時間かけて高速で走ってきたんですけど、まあ寒くて死ぬかと思ったまあ寒かった。びっくりした。もう久々にこの指先と足先の感覚がなくなるっていうのを体験して、冬を思い出しました。夏長くて暑いのやだなと思ってたのに、急に冬。これね、宇治浦田町左方向です。ここまで戻ってきました。なんか雲が、私毎回自分が行く目的地は絶対に写真とか調べないようにしてるんですけど、さっきその伊勢志摩スカイラインの入場料とかいろいろ調べてるときに、なんか天空のポストみたいなのが有名らしいという情報を意図せずして得てしまいました別に投函するものはないですけど、まあ写真ぐらい撮って帰れたらいいかなと思います。メインはね、走ることなんで、あくまでもね、片道40分ぐらいで行けるらしいです。しかもU ターンして同じゲートに戻ってくるのも OK らしいです。まあね、入場料900円、車は1200何十円か取られるっぽいですけど、まあさぞいい道なんでしょう期待させていただきます。やっとね、なんちゃらスカイライン系を攻めれるというか、まあ安全に法定速度で運転しますけど、なんちゃらスカイラインに挑戦する日が来ました。イエーイ。右に入ろうか。よいしょー。ちょっとね、バスの真横は怖いので、ちょっと後ろ走らせてもらいます。五十鈴川。伊勢志摩スカイライン左、これイエス。天空のポスト電報足湯。おお来た。
入り口に歴史を感じますよいしょよいしょ、こんにちは。よいしょ。クーポン券的なやつがあります。これ、はい。うわー、よっしゃー、伊勢志摩スカイライン入りましたー。後ろも前もいないので、ゆっくり走りたいと思います。マップだけ表示しとけばよかったかな。まあでも今完全に携帯電源じゃないや、スイッチ入れてなくて何にも表示されてないんですけど、まあ画面見るよりも景色見て看板見て楽しもうと思います。登っていく。結構歴史を感じる道路ですね。ちょこちょこひび割れと車の車輪の溝、ちょいちょいヤバ溝がある。ヤバ溝が。制限速度は40キロです。綺麗。30キロです。そんなにカーブはきつくなくてスカイラインって感じですね峠じゃなくてスカイラインっていう感じ。ちょっとこのニュアンス誰か伝わりますよいしょー。寒くなってきた。やっぱ上に登ると寒いな。マジで車いないから助かる。後ろもよいしょー。リーンウィズ。ただね、2グリップできないんでレベルちょっと不安定ではあります。上がってきた。だいぶ朝熊山頂5キロ。なんかアイス食えるのかな。もうちょっと天気良ければ朝が一番良かった。まあしゃあなし。急カーブ、様子を見ていく。なるほど。展望台。お朝熊山景観マップ。バイクと景色撮れるかなこれ。なんか展望台っぽいとこ見てきましたいけそう。合流。というわけでネックウォーマーが装備されました。
これで暖かさレベル1上がりました。というわけで山頂を目指してのんびり走っていきたいと思います。後ろが来たら譲る、全力で。もっと天気良かったらね、いい写真撮れたかもしれないんですけど、まあしゃあなし。程よい程よい。山頂まで3キロ。いやー、やっぱなんかちょっと終始ちょっとだけガタ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 してるんですよね。路面状況はそれほど良くはないと思いますが、景色がいいのかもしれませんね。おお、ひび割れが。でもなんか本当にきついヘアピンみたいなのがないので、気持ちよく走れる感じの道ではありますね。うい。ああ、だいぶ上がってきましたよ。もう山肌を走っているような感じです、上の方の。あ、これ早朝がいいな。絶対ここ7時から走れるらしいんですけど、今もね、でもね11時54分でめちゃめちゃ昼なんですけどね、曇りのせいでちょっとあんまり昼感ないというか。赤福のぜんざいとか、なんかコーヒーとかいろいろ飲もうかなって思ってたんですけど、いや、伊勢志摩スカイライン走るなら午前中か一番暖かい時間かだろうと思って泣く泣く出てきました。あとね、この後ね、下道でのんびり奈良経由で帰ろうと思ってたんで、あんまりのんびりしてられない。まあぶっちゃけね、明日も休みなんで午前中も予定ないし、もうどっかでもう一泊するぐらいの勢いでだらだら走っても全然いいと思ってて、そのプラン変更も全然なきにしもあらずあらず。だとしたらどこら辺で一泊かな。おい、もうね、ビジネスホテルに泊まるぐらいだったらね、私 OL がちょっとランチ行ってきますぐらいのちっちゃいトートバッグで全然行けちゃうんですよ。今日もそのランチトートバッグで一泊しました。全然行けちゃう。ちゃんとね、パジャマついてるビジネスホテル限定ですね。ビジネスホテルのパジャマってセパレートタイプのやつと、なんか長いスカートみたいになるやつスタイルあるじゃないですか。あれセパレートタイプだと嬉しいですよね。わかる方いますか。山頂展望台、山頂展望台。やべやべやべ、演出する演出する。もうちょい左か。100メートル先左折、山頂展望台。これや。入ります。浅熊山。あ、寺は左。
お。言うてる間に山頂着きました。早い。あ、バイクはどこだ。二輪車ピーコの裏。そこね。よいしょ。これか。わかりやすい。よっとー、山頂着きましたー。よいしょ。あ、なんかお食事どころもあれば、足湯もあるね。ちょっと散策していきましょう。ほな。ありました。天空のポスト。普通に投函できるっぽいですね。っていうか、なんですごいなんか島々が見えます。寒い。とっても寒い。ちょっと混ぜちゃいましたけど。あ、もしかして、撮影できてなかった。うわ、その説あるな。ちょっと、止まっといてよかったかもしれない。今、山頂出て、3分ぐらい走ったら、なんかすごい撮影スポットみたいなのが3つぐらいポンポンポンって現れて、全部ことごとくスルーしそうになってたんですけど、さすがに止まった方がいいかなと思って、今止まりました。いやーでもな、うわーさっきの坂道取れなかったのマジでミスった。すごいなんかね、こう、うわーって下ってて、景色がこう、めちゃめちゃ広がってて、バイクと写真撮るには最適な場所があったんですけど、まあ、スルーしちゃったよね。っていう。あ、完全に取り忘れた。しくった。よかった、一回止まっといて。とりあえず一回ここで止めて、写真撮って、また、行きます。何してんや、もう。バイクを撮れよ、バイクを。結局、インカメで一瞬撮っただけで、めんどくさくなってやめました。撮影してるとき本当にね、いろんなとこにケーブルが繋がってるから、めんどくさいんですよ。ほな、行く。よいしょ。あ、ここも展望台なのね。あ、ここいいじゃない。ここじゃん。おー。制限速度は40キロです。安全に行きましょう。下りなのでね。なんかね、さっき展望台のレストランのとこ行ったら、伊勢志摩スカイライン60周年記念って書いてましたね。この道路60周年だってさ。由緒ある歴史ある道路ですよ。で、なんかバイクというよりは車に乗る人が集まるみたいな感じ。なんかね、車乗り用のステッカーとか名刺とかがすごい飾られてて、車に乗る人はね、ステッカーじゃなくて名刺っぽいね。なんかカードみたいなのがうわーって貼られたボードがいっぱいありました。バイク乗りはなかった。なんかね、ステッカー貼れるとこあったらペッて貼って帰ろうかなと思ったんですけど、バイクはなかったっす。でもバイク乗り用のこの伊勢志摩スカイラインステッカーはありました。なんかイニシャル D とかでも多分出てくるんだろうな、この道。昔ゲームやってたっすよ、イニシャル D の。よいしょ。ちょっとマジで道路ガタガタすぎん。道路ガタガタすぎん。
車はいいのかな。バイクは良くないのかもしれん。後ろ来てない？よいしょー。おお、ここでかいカーブだ。ちゃんと減速。うわーい、こういうの好き。こういうでかいうわーって曲がるカーブ好きです。ただ左だけ、右あんま得意じゃないですよ。得意なカーブの方向あるよね、絶対みんな。私は左回りが得意です。右回りはちょっと緊張します。人間もね、だいたいさ、陸上とかさ、左回りだし、多分左回りで走る方に安心感を覚えるんじゃないかって勝手に思ってます。風柱で。そう、右なんかね、ちょっとね、心配になるんですよ。ちょっとなんか峠っぽい。またここからカーブが。なんかこう六甲山を彷彿させる道ですね。レースしてる気持ちになります。でも六甲山はマジでカーブが結構きつめなので、勾配とそれに比べたら優しい。ドライブインとはもうね、インできるところはことごとくインしますよ。私なんて言ったって入場料720円払ってるんだから、楽しめそうなところは全部絞り取ります。絞り取るって言って普通に写真は全然撮らないっていう。楽しいぞ。楽しいけどガタガタだな。やっほー。でも行って帰ってきた方が早く帰れたりする。鳥羽から大回りしない方が。で私今日高速使うつもりないんですけど、帰り高速飽きるんだよね。景色一緒だし眠くなっちゃう。よくない。しかも250だからもうアクセル本気のぶん回しなのよ、ずっと。もう手首通って。昨日はそれに寒さが加わってかなり辛かったです。秋ないじゃんって思いました、夜はね。ああ、森のいい香りがする。ここら辺もね、伊勢の、あ、終わったああ、いきなり終わった。ありがとうございました。ありがとうございました。終了。ドライブインはどこにあったの？ドライブインはどこにあったの？さっきの？さっきいたところが鳥羽ドライブインですか？いや違うよ、絶対違う。どっかでマップ設定したいです。怖い。嘘。あんなとこでボコボコしないでよ。サクッと終わってしまいました。スカイラインどっち行こう。左やらな。二見夫婦岩の前らへんをね、ちょっと走ってどっかコーヒー飲みたいっす。コーヒーが飲みたいです。あとカメラ切りたいです。はい、虫がおるな。中かこれ。
っていうわけで、伊勢志摩スカイライン制覇。なんか、あんま制覇した感ないな。思ったより普通の道でした。マジでごめんなさいなんですけど。あと、結構道がガタガタでした。でも展望台とかね、展望台よりも、途中、やっぱ中におるわ、これ虫。最悪。待って。ちょっと失礼。出てけ。展望台よりも、展望台出てすぐの坂みたいなところが一番バイク乗る人にとっちゃいい撮影スポットだったんじゃないかと思います。いやー、何も下調べしてこなかった結果、こういうことになるんですけど、まあ、初見のね、驚きを私は大切にしたいので、これからもこのスタイルで、自分が気になる場所は下調べしないっていうスタンスで走っていきたいと思います。なので、いい道とかね、ちょっとこの道通ってみると、いい景色見れるよみたいなやつは教えてほしいです。というわけで、伊勢スカイライン、ノハ、あと、伊勢神宮、内宮、下宮、猿田彦神社、カゼパの30歳記念、頑張ります巡り、頑張ります宣言巡り、完了です。なんかね、私、人生の中で伊勢行きたいなって思う瞬間が、まあ、2年に1回ぐらいあるんですけど、大体そういう時って、その後なんか起こるんですよ。前回の場合は、タイが来ました。タイの話ね。次はどこの国に行くんだろうか。わかんないですけど、とりあえず、人生を楽しもうというスタンスは変わっておりません。日本だけじゃなくてね、自分が必要とされる場所があるのなら、そこに行ってみる。何事も経験してみる。30歳になった今でも、40歳になっても、その気持ちは忘れずに、人生歩んでいきたいと思います。やっぱね、風の時代ですから今は。風のように、私も風パですし、いろんなところに吹かれていこうと思います。風パに仕事をください。切実に。とりあえず、ここまで見てくださった方ありがとうございました。次はどこの道に行こうかな。まだね、関西の影響出てないので、ちょっと九州とか四国とかそっちの風を浴びに行きたいと思います。ずっとこのトンネルの中で終了するのもなんか心苦しいですけど、ほなありがとうございました。バイバーイ。安全運転で帰ります。